皆さん、こんにちは。やぶ基礎デッサン講座の藪下です。中級編第1回目はガラス瓶と角材を描きます。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。ガラス瓶と角材はこれですが、モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、書き出す前によく観察して、モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを確かめます。特に手の触覚を使って、ガラスの厚みや硬質な冷たく滑らかな感じ、角材の温かみのある感触などを感じ取ってください。画用紙は八つ切りの大きさ38センチ ×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 3H から 3B までの濃さの鉛筆を使いました。また鉛筆は濃さによってこのように色分けしていますから参考にしてください。制作時間は3時間30分でした。動画の再生速度は前半は2倍速で、明暗表現の途中から4倍速にしました。必要があれば 0.5 倍速や 0.25 倍速の再生速度にして鉛筆を動かす速さを確認してください。この動画を最後まで見て、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などをぜひ参考にしてください。また、初級編第7回でガラスコップのデッサンの動画を上げていますから、そちらも参考にしてください。それでは、ガラス瓶と角材のデッサンを始めましょう。構図はガラス瓶の影のできる側と下側の空間を反対側よりも広くとっています。ガラス瓶は大きくて重さがありますから、画面の真ん中寄りに2つの角材は方向が同じにならないように配置しています。各モチーフの間の距離、モチーフと画用紙までの距離を変えることで、隙間に発生する空間の密度といいますか、緊張感といいますか、が同じにならないようにします。また赤点で表示した形のポイントになる箇所が同じ水平線上、垂直線上に来ないようにします。初級編12のワイングラスとビー玉の動画で解説していますから、そちらも参考にしてください。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く書いてください。実際のモチーフより小さくならないように少し大きいくらいがいいです。当たりは見た目の感覚で書いていきます。鉛筆は HB を使い、芯先と指の間の距離を空けて長く持ち、スピーディーな線を描きます。形を描いていきます。ガラス瓶から描いていきます。ガラス瓶の高さと横幅を決め、中心線を描きます。測り棒を使って縦横の比率を測っても構いません。中心線の垂直を画用紙の縁から測って確認しています。ガラス瓶の形の各部分を大まかに割り付けていきますが、中心線から左右対称に描くために補助線を使います。ガラス瓶の底や大きく見えている映り込みも大まかに描いておきます。ガラス瓶の上の楕円も補助線を使って描いていきます。ガラス瓶の楕円は一点通しの約束を守って描きます。この部分は螺旋になっていますから右上がりの曲線です。
ガラス瓶の口の厚みも書いておきます。そばにある角材が映り込んでいますから、それも大まかに書いておきます。この部分は瓶の形が湾曲部分から直線部分に変わる形の変わり目ですから、とても重要になります。角材の形を描いていきますが、台紙に接する両線の傾き具合でどの高さから見下ろしているかが決まりますから、少し慎重に角度を決めていきます。二点透視図法の約束を守って描きます。角材の高さと瓶の開口部の長さの比率を確かめています。またこのようにポイントになる部分を通る水平線を想定して各部分の上下の位置関係を検討することもあります。これで形は完成です。最後に不要な線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くして、消しカスは跳ねぼうきで払っておきます。明暗を描いていきます。最初に光源の位置、モチーフの暗い部分、明るい部分を確認します。ガラス瓶は円柱形の形を表す縦線と横線で描きます。ガラス瓶の中心軸に対して水平面、垂直面で切った時の切り口の形です。その他にも形や明暗のつながり、映り込みを表す方向の線も使って描きます。ガラス瓶は透明ですが、ガラスのキラッと光っているところ、ハイライトだけが画用紙の白さになりますから、それ以外は全て鉛筆で描いていきます。形を表す縦線を多用して円柱形を意識しながら描きますが、ガラスの分厚くなっている部分や濃い映り込みなどは少し線の本数を増やして描いておきます。画用紙を横向きにして断面形状を表す線を描いています。この曲線は真ん中と2つの輪郭線付近の3つに分けて H の鉛筆を使ってスピーディーに描いています。大きな円柱形を意識しながらも、目立つ映り込みや面の境目の映り込み、分厚いガラスの濃い色味なども並行して描き始めています。ガラス瓶の底は少し湾曲していますが、ほぼ平面なので直線を使って描いています。また胴体部分に比べてガラスが厚くなっていますから少し暗く見えます。輪郭線付近はガラスが厚くなっていたり映り込みがあったりと変化がありますから、 H の鉛筆で大雑把に下塗りの仕事をしています。ガラス瓶の口の部分の奥側の面も遅れないように描いていきます。映り込みや色味のつながりを探るように描いていきますが、いつも大きな円柱形の形を意識します。口の部分のガラスの厚くなっているところにある暗い色味を描いていきます。この暗い色はガラスの一つの特徴ですから、他の部分より先行してデッサンが進んでも構いません。この暗い部分との対比でハイライトをキラッと光らせます。ガラス瓶はこの口の部分と型の部分、底の部分が特徴的な形であり、ガラス特有の明暗変化は口の部分と底の部分に集中していますから、しっかり観察して描いていきます。特徴的な暗さは少し強めに描きますが、他の部分から浮き上がりすぎないように気をつけます。
このタッチでガラス瓶の前面の形を表現します。瓶の底も大まかな暗さを書き加えていきます。このタッチで底付近の湾曲した形を表現します。瓶の影も水平方向の直線を多用して大まかに描いていきます。角材の明暗を描いていきます。見えている3つの面のどの面が一番暗いのか、同じ面の中の暗さの順番はどうなっているのかなどを観察しながら直線を使って描いています。角柱のような基本形態の明暗変化はとても応用範囲が広いですから、初級編1の立方体を描くの動画も時々見直してみてください。奥にある角材も同様に描いていきますが、手前の角材との前後の距離を考えて少し弱く描いておきます。大まかな明暗は目を細めてみるとよくわかります。これ以上細めると見えなくなってしまうというくらい細めて明暗を検討してください。角材の接地面の影、台紙状の影も描いていきます。今回はモチーフの置かれた台紙そのものも描いてみたいと思います。各モチーフをつなぐような直線を引き、モチーフ周辺の台紙を描くとともに、モチーフの置かれている空間も表現できればいいかなと思います。また角材に戻ってきました。角材とガラス瓶では、ガラス瓶の方が大きくて材質的にも強いですから、それに負けないように線を重ねて面の密度を上げていきます。ここから4倍速表示になります。鉛筆の動かし方は今までと同じです。輪切り方向の曲線を使って瓶の肩から上を強めています。徐々に形、色味、映り込みのつながりによる明暗変化を描いていきます。常に大きな円柱形の形を意識します。ガラス瓶の輪郭線付近は色味の変化が明瞭ですが、正面付近はあまり変化がありませんから、微妙な映り込みを捉えて線のタッチを生かして描いています。口の部分はガラスの厚みや形に変化がありますから、その分明暗にも変化があります。形の変化によってどこに暗い部分があるのか、
どこに光の帯ができているのかなど少しややこしいですが、ゆっくり観察します。特徴的な暗さと形を手がかりにデッサンを進めます。すぐ左側にある角材の映り込みを描いています。底の部分もガラスに厚みがありますから、かなり明暗に変化があります。特徴的な暗さを捉えてデッサンしますが、輪郭線付近は 2H や 3H の鉛筆を使って弱く描いておきます。底の部分の奥まった形は手前のガラス越しに見える形ですから、実際に見えているよりは弱く描いておきます。ガラス瓶の影はガラス特有の美しさと儚さみたいなものがあります。角材の影と比べて濃くなりすぎないようにします。輪郭線付近の明暗も徐々に書き込みを強めていきます。相対的に手前の面が弱くなってきたので、均一な線で強めてガラスの硬質な感じを表現します。ある部分を強く描くと相対的に他のところが弱くなりますから、弱い部分を探しながらデッサンを進めていきます。基本的に自分に近いところは強く、遠いところは弱く描きます。同様に弱くなってきた円柱形感を輪切り方向の曲線で強めています。平面付近の内側の面を形に沿った曲線で描いています。内側の形が感じられる部分は形に沿う線を使って形を表現します。透明で分かりにくいですが、いつも形を意識します。また角材に戻ってきて線を重ねて面の密度を高めます。角材の一番の特徴である木目を描いていきます。最初は当たりを取るように薄く描いています。木目も均一ではありませんから、よく観察して面から浮き上がらないように描いています。木目の色や形も角材の3つの面で違いがありますから、そのあたりもよく観察します。奥にある角材の木目は
手前のものと同じ濃さに見えていても少し弱く描いておきます。手前のものは強く濃く描き、奥に行くにつれて弱く薄く描くことで前後の距離感を表現するを適用します。またガラス瓶に戻ってきて大きな円柱形の形を意識しながらガラスの厚み、映り込み、形のつながりによる明暗を書き込んでいきます。口の部分もハイライトを光らせるために色味の濃いところを中心に書き込んでいきますが、全体の調子から浮き上がらないように注意します。細かい観察と描写になりますが、ガラスの厚みによる明暗変化は大きな特徴ですからしっかり見届けてください。映り込みもより細かな描写になりますが、輪郭線付近の濃い映り込みは H 系の鉛筆で発色を鈍く抑えて濃く描きます。また輪郭線のすぐそばは 3H などの鉛筆を使って弱く描くことで向こうに回り込んだ形を表現します。ガラス瓶の影を描いています。ガラス瓶特有の変化に富んだ美しい影を描くこともガラスの質感表現につながります。ここで画面全体を見て濃くなりすぎた口の部分と肩の部分の色味を練りゴムで押さえています。練りゴムを使ってハイライトやぼーっと明るくなっている部分を明るくしています。使う部分に合わせて練りゴムを尖らしたり平たくしたり変形させて使います。角材を書き込んでいきます。全体の中での角材の各面の明暗を検討しながら木目の書き込みを強めていきます。木目の濃さも均一ではありませんから部分における色味の濃さも確認します。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いてモチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。
そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。ガラス瓶の口の部分を書き込んでいきます。細かな明暗変化ですが、アクセントになる暗さを優先的に書き、輪郭線付近の中程度の明暗も決めていきます。ガラス瓶の底付近を書き込んでいきます。口部分と同様にアクセントによる暗さを優先的に書き、練りゴムも併用しながら中程度の明暗も決めていきます。相対的に胴体部分が弱くなったので、全体の調子を見ながら書き込んでいきます。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつデッサンは進みます。ガラス瓶の影を描いています。台紙状の影も屈折した光が当たり、かなり明るくなっている部分もあります。濃くなりすぎないように HK の鉛筆を使ってガラス瓶らしい繊細な濃淡のある影を描いていきます。ガラス瓶の硬質な存在感に対して角材がどうも弱く感じるので、もう一段と書き込みを強めています。
前後の距離感、全体の中での強さに注意しながら描きます。再度ハイライトやぼーっと明るくなっている部分を練りゴムで白く抜いています。ガラス瓶の影の明るい部分も慎重に明るくしています。口の部分の最後の書き込みです。ガラス瓶らしさにつながりますから、中程度の明暗の細かな変化も見落とさないように書いていきます。全体の調子を見ながら微調整を繰り返しています。最後にガラス瓶の正面を強めて完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？中級編からモチーフが2つ以上のデッサンが多くなりますが、初級編に比べて格段に難しくなるというわけではないので、手順を踏んでデッサンを進めていきましょう。それでは今回の要点をまとめます。1、透視図法の約束を守る。角材は直方体ですから、2点透視図法の約束を、ガラス瓶は円柱形ですから、1点透視図法の約束をそれぞれ守ります。2、ガラス瓶の質感表現。ガラス瓶の特徴は透明なこととキラッと光ったハイライト、そしてガラスの硬質な質感です。ガラスに厚みのある部分の色味や暗さを描くことで、逆にガラスの透明感やハイライトを表現します。輪郭線付近は向こう側に回り込む形で微妙な明暗の変化がありますから、しっかり観察して描写します。また、
ガラスの硬質な質感は H 系の鉛筆を心持ち立てて使い、タッチを残すように書くことで表現します。3、角材の質感表現。角材は温かみのある材質感で、一つの面の中の明暗差はそれほど大きくはありません。鉛筆を重ねてマットな肌質を表現します。また、木目を描くことで角材の材質感を表現します。4、空間の表現。モチーフの各部分の前後の位置関係を常に意識します。手前は強く濃く、奥に行くほど弱く薄く描くことで、前後の距離感や全体の空間を表現します。はい、皆さんお疲れ様でした。ガラス瓶と角材のデッサンの説明は以上です。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。